皆様こんにちは。 Amazon Web Service Japan インダストリー事業開発部の山口です。本セッションでは番組完成素材を一元的に管理するコンテンツ管理システムの構築という内容で、株式会社フジテレビジョン技術局放送部井村様とお話しさせていただきます。それではまずアジェンダです。まず私から AWS コンテンツレイクのコンセプトとその重要な構成要素であるストレージクラスの選択、そしてメディアアセットマネジメントシステムについて簡単に説明させていただき、フジテレビ井村様よりクラウドベースのメディアアセットマネジメントシステムを活用し、番組完成素材の一元管理を実現された総合コンテンツ管理システムの構築におけるプロジェクトの背景と導入効果、そして今後の展開についてお話しいただきます。さまざまな構造・非構造データを一つのレポジトリで管理し、データの可視化、ビッグデータ処理、リアルタイム分析、機械学習への応用などを可能にするデータレイクというコンセプトはご存知の方も多いと思いますが、メディアの世界ではさらにコンテンツをそこに取り入れることで、よりビジネスに沿った形でのコンテンツ管理・活用が可能になると考えています。コンテントレイクにインジェストされるデータはビデオ・音楽などのメディアファイルだけではなく、作品メタデータ、配信・放送スケジュール、権利情報、カバーアートなどの付随するアセット、またはそのアセット間の関係性なども含まれます。特にスポーツやニュースなど即時性を求められるコンテンツであれば、ソーシャルメディア情報であったりスポーツのスタッツなども重要な情報になってくるかと思います。このコンテンツレイクを経由して必要なデータを必要なタイミングで必要なフォーマットで必要な情報とともに右の配信・放送・番組販売などのアウトプットのシステムへ効率的に渡すことが必要です。これらのデータは例えばセカンドスクリーンへのデータ提供などよりリッチなユーザーエクスペリエンスを提供することも可能にします。さらには放送・配信で得られた視聴データなどをコンテンツレイクへフィードバックすることで、今後のコンテンツ制作や編成に向けた情報としてビジネスへの活用も可能となります。コンテンツが一つのレポジトリで管理されていることで、コンテンツの二次利用のためにアクセス権があれば誰でも常に最新のデータへアクセスすることができます。さらにクラウドでの編集などの制作環境につなげていくことで、コンテンツの再活用・再利用を効率的に行うことができるようになります。またコンテンツの処理プロセスをエンドトゥエンドでトラッキングするために、ワークフローの可視化であったりマニュアルタスクの管理、そしてプロセスの自動化を行うメディアサプライチェーンの導入にもつながっていきます。さらにこれらのデータをトランスコードや機械学習、 AI サービスなど最先端のサービス、またはさまざまなサードパーティーサービスを利用することで、コンテンツレイクをさらにリッチにしていくことも可能になります。それではコンテンツレイクを構築する重要な要素であるストレージとメディアアセットマネジメントシステムについて少し話をさせていただきます。AWS ではさまざまなストレージサービスを提供しておりますが、ここではコンテンツレイク構築の際にメディア企業様で最も利用の多い Amazon シンプルストレージサービス Amazon S3 についてお話しさせていただきます。 Amazon S3 はオブジェクトストレージサービスです。求められるユースケースやアクセス頻度に応じて6つのクラスを定義しています。例えばメディアサプライチェーンでの利用を想定してみると、番組完成マスターが納品されます。この納品されたファイルは放送・配信のために向けて QC やトランスコードなどメディア処理のプロセス、そして交差などのプレビューがすぐに求められます。このような用途の場合には一番左の S3 標準を利用いただき、放送・配信用のファイルがマスターから生成され、このマスターファイルを長期保存する場合には一番右の S3 グレーシアディープアーカイブを利用いただくことでコストとパフォーマンスを最適化することができます。サプライチェーンの中でコンテンツのステータスに応じて最適なストレージクラスを選択することは運用に影響を与えずコストの最適化を可能にします。 S3 ライフサイクルポリシーを設定することで、ユーザーはストレージクラスを意識することなくデータの自動移行も行うことが可能となっております。ここではメディアアセットマネジメントシステム、通称 MAM システムを構築するコンポーネントとその構築にあたりどのような工作をすべきかを記載させていただきました。
メディアアセットマネジメントシステムを導入することの大きな目的の一つとして、コンテンツがどのように入力され、どのようなプロセスを踏み活用されていくのかを一元的にトラッキングすることが挙げられます。MAM について話をするとき、カバーするトピックは大きく複雑になります。その説明として、まずは周りの4つの四角を見ていただきたいと思います。コンテンツを計画・制作し、配信・放送、そして二次利用のためにアーカイブしていく過程でさまざまなシステムが利用されます。制作されるコンテンツのフォーマットはモバイル用途からスポーツ、映画など多種多様あり、その際に必要なアセットもビデオや音楽などのメディアファイルだけではなく、吹き替え用のオーディオであったり字幕ファイル、そしてさまざまなメタデータが求められます。またデリバリータイプを見てみると、ライブで提供するためにリアルタイムに近い形でのデータの提供から、見逃し配信であったりスケジュールでの放送、 VOD 配信など多岐にわたります。またインターネットがない環境へデリバリーする際にはオフラインのメディアでのデリバリーが必要となってきます。このような中でさまざまなユースケースに対応していく必要がありますが、そのキーとなるのがメディアアセットマネジメントシステムとなります。ここで AWS ではメディアアセットマネジメントシステムに必要な6つのコンポーネントを定義させていただいています。真ん中のオレンジを見ていただくと分かると思いますが、それにはインジェスト、そしてエンタープライズレベルのデータアーキテクチャ、そしてユーザーインターフェース、ワークフロー管理、 API などのシステムインターフェース、そしてストレージ管理などがあります。さらにさまざまなユースケースに対応していくためには、ニーズに応じてサードパーティーサービスやシステムとのインテグレーションが必要となってきます。これらを正しく定義し、MAM システムを導入することがコンテントレイクを構築する重要なポイントになるかと思います。それでは改めてコンテントレイクを構築する際の利点を挙げさせていただきます。まず誰でもどこからでも、必要な時に最新の正となるコンテンツにアクセスできるということ、コンテンツがクラウド上に保存されているので、新たな要求があったり最先端のサービスがリリースされた際にそれをすぐに利用できること、一つのレポジトリでコンテンツが管理されているので、コンテンツセキュリティを高める施策を実現しやすいこと、不要なアセットを削除することでストレージのスペースやコストの最適化を行えるということ、フローを棚卸しすることで不要なマニュアル作業を減らし、自動化できるものは自動化していけるということなどが考えられるかと思います。それではここからフジテレビ井村様よりクラウドベースの MAM ソリューションを使いコンテンツレイクを構築された例を紹介いただきます。井村様、よろしくお願いいたします。番組完成素材を一元的に管理するコンテンツ管理システムの構築について発表させていただきます。株式会社フジテレビジョン技術局放送部の井村典彦です。よろしくお願いします。まず自己紹介となります。2000年にフジテレビに入社しまして、技術局映像技術部に配属されました。スポーツ中継や音楽ライブ中継の番組制作に携わった後、2002年に放送部に移動しております。2005年デジタルアーカイブシステムの構築、2008年にフジテレビの3波マスターの構築、そして2013年にはリインベントラスベガスの方に参加させていただいております。2015年からは AWS を使ったシステム構築の方を携わっております。後のスライドにてご紹介いたします。2018年には認定ソリューションアーキテクトアソシエイトの資格を取得しております。またアライブや民放連という場でファイルベース関連技術ワーキンググループの委員として活動しております。番組や CM 素材の搬入基準の策定、CM 素材オンライン走行運用の立ち上げなどを行っております。今回総合コンテンツ管理システムというものを構築しまして、その目的ですけれども、まず放送局ですが、放送事業だけではなく動画配信や番組販売などといった放送以外の事業も行っております。フジテレビで言いますと地上波放送、BS フジの BS 放送、フジテレビ1、2、NEXT といった3チャンネル、動画配信サービスであるフジテレビオンデマンドといったような視聴サービスの方を展開しております。これらフジテレビの番組素材を一元管理して
効率よく複数の視聴サービスへコンテンツ供給することを目的に構築したシステムとなります。コンテンツ管理のこれまでですけれども、視聴サービスごとに個別のワークフローとなっておりました。それぞれの放送・配信用に個別に準備作業や個別に保管作業を行うといった流れとなっておりました。個別最適化はされておりますが、全体最適化はされていない、そして番組コンテンツの共有がしづらい状態となっておりました。近年視聴サービスは増える一方でして困ったという状況が生まれておりました。コンテンツフローのよくある例ですが、約1年ほど前まではこのように視聴サービスごとに番組が納品され、それぞれで準備作業を行い、放送や配信、番組販売を行った後、それぞれで番組を保存するというような流れとなっておりました。それをコンテンツファーストの考え方に転換しまして、縦割りを排し、コンテンツを1箇所にまとめたコンテンツを複数の視聴サービスに供給するといった今回の総合コンテンツ管理システムの構築と至りました。ただし前例となるシステムがなかなかありませんでしたので、その構築には大変苦労をしました。今回コンテンツファーストな仕組みとなった結果、先ほどの図はこのようになっております。納品は1箇所に行われまして、準備作業も1箇所で行い、放送設備や配信プラットフォーム、番組販売に向けてコンテンツを送り出し、その後保存するといった総合コンテンツ管理システムの形となっております。コンテンツを管理するメディアアセットマネジメントというソフトウェアに関しては、ダレットという会社のソフトウェアを採用しております。少し話はそれますが、フジテレビでのここに至るまでということで、クラウド活用事例をご紹介いたします。2014年にクラウドの実証実験を実施しております。そして2015年に初の本番システムとなります湾岸スタジオオンライン納品システムといったものを構築しております。こちらは Amazon EC2、VPC、エラスティックロードバランシング、リレーショナルデータベースサービスを使った最小構成なシステムとなっております。そして2017年に CS 番組クラウド搬入システムを構築しております。ここで初めて番組コンテンツを扱うようになりまして、セキュリティ面でしたり速度の一貫性だったりというものが必要になりましたので、初めて専用線接続 AWS ダイレクトコネクトをしております。そして2018年にはプチフジという配信チャンネルがあるのですが、その配信用フルクラウドプレイアウトシステムを構築しております。また最近の取り組みとしては2019年に CMAF のウルトラローレイテンシー超低遅延配信技術の実用化や2020年には春高バレーという番組にてクラウドを活用した配信向けの番組制作を行っております。縦動画配信でしたり特典版を画像認識したりクラウド上でスイッチング CG スーパーを行っていくというような番組制作となっております。話は総合コンテンツ管理システムに戻りまして、仕様策定段階にやったこととなります。まず社内のワークフローを知るということで、見学やヒアリングを何度も実施しております。そして RFP を実施しましてベンダーを決定いたしました。一番苦労した点ですけれども、クラウドストレージ化、オンプレライブラリー装置化というところで番組素材の置き場について検討をいたしました。結論としまして、クラウドストレージで運用を開始しまして、その後を経過観察するというふうにしております。現在、運用を開始してから1年半が経過しまして、現状問題起きておりませんので、クラウドストレージでの運用を継続する予定となっております。また、配信を行う部門より大量のトランスコードをさばきたいという要望が出まして、こちらは AWS のエレメンタルメディアコンバートを使って
高速のパラレルエンコードを実現しております。そして社内各所に散らばる編集室をまとめたいという要望がありまして、こちらは仮想マシンを使って編集できるかというのを実証実験いたしましたが、結論としましては画音がずれますと、絵と音がずれますということで、音にシビアな編集にはちょっと向かないということで、この段階では断念をしております。作ったものですけれども、まずインジェストセンターというオペレーションルームを開設しております。こちらは総合コンテンツ管理システムの入り口となる新しいオペレーションルームとなります。ここに番組の完成パッケージ、略してカンパケと呼ばれますが集まってきます。従来は左側の写真のように放送設備が並ぶフロアが地上 BS、CS の3波分あったものが、それが統合されて右の写真のようにシンプルなオフィスフロアへと変貌いたしました。こちらが現在本番稼働中のシステム概要図となります。下側が社内設備、上側がクラウド設備となります。番組コンテンツの入り口としましては、先ほどご紹介したインジェストセンターにて番組コンテンツが納品され、インジェストバージョン作成の方を行います。そしてオンラインストレージで必要な処理を行われた後、フジテレビオンデマンドや放送を行うマスター設備に番組コンテンツを供給いたします。配信に向けてはファイル変換の作業が必要になりますので、こちらに関してはクラウド上の AWS エレメンタルメディアコンバートを使ってファイル変換の作業を行っております。配信が終わった後はクラウド上に番組コンテンツがアップロードされ S3 グレーシアにて保管されます。また二次利用に向けて検索やプレビュー、貸し出し申請が行えるように社内のイントラ端末からウェブストリーミングサーバーを使ってプレビューなどが行えるようになっております。こちらが今作っているものになっておりまして、来年の3月に稼働する予定のものになります。フジテレビの系列局に向けた番組販売のシステム、ファイレックスと呼ばれるものになります。2011年からこの仕組みは稼働しているのですけれども、現在はオンプレミスなシステムとなっておりますが、その設備更新にあたりクラウド化をするということで現在設備構築中となっております。クラウドを使うメリットですが、コスト削減とスケールアウトの獲得が挙げられます。放送機器は従来に比べて約半分になっております。右の写真のように最小構成なラックルームとなっております。またクラウド上の機器に関しましてはメンテナンスは容易ですし、保守のサポート期限切れを心配する必要もなくなりました。そして柔軟かつ迅速な対応が可能となっております。メリット、業務効率化の例で挙げさせていただきます。こちら CS 放送の例になりますけれども、新しい CS マスターが稼働して開始4ヶ月で作業量は約半分となっております。2019年12月から新しいマスターが稼働して徐々に番組素材がクラウド上に保存されていき、再放送に関してはクラウド上に保存されたものをダウンロードして自動で放送準備が整うといったような仕組みにとなっております。デメリットといたしましては、クラウドというコンテンツの置き場所が増えてしまったというのがあります。これは今までは社内にあるか倉庫にあるかといった選択肢だったんですけれども、そこにクラウドという置き場所が増えてしまったという意味合いになります。そこで現在の取り組みとなりますが、右の写真にありますように倉庫に並ぶこれらメディアをこのシステムに取り込んでいくといったことを計画しております。クラウド上のアーカイブ容量は10ペタバイトを超える予定となっております。倉庫運用を減らしてオペレーションの自動化を図るといったことを目的としております。今までは倉庫から出庫してダビングといったような作業をしておりましたが、
クラウドからダウンロードするといった作業に移行していく段階となっております。こちらがこれからやりたいこととなります。リモート編集にリベンジしたいと思っております。仕様策定段階では社内に散らばる編集室をまとめたいという動機づけでしたが、今年はまた違った動機づけが生まれておりまして、出社率も限られているという中でリモート編集したいというようなことがやりたいと思っております。また AI、ML を用いてコンテンツの二次利用に必要な情報を自動でメタ付けしていきたいというふうに思っております。そしてアナリティクスを行い、何にどれだけコストがかかっているかというのを見える化してコストの最適配分を行っていきたいというふうに考えております。こちらが最後のまとめになりますが、今回ご紹介したものが総合コンテンツ管理システムといったものになります。このシステムから放送や動画配信、番組販売といった設備、プラットフォームに対して番組をコンテンツ供給していくという仕組みを構築いたしました。そして2018年にも実用化しておりますが、クラウドプレイアウトの仕組みをブラッシュアップしていきたいというふうに考えております。そして機械学習や深層学習、自然言語処理といったものを使って新たな出口へ挑戦したり、コンテンツの付加価値を向上したり、視聴体験を向上させたりといったことに取り組んでいきたいというふうに考えております。以上となります。ご清聴ありがとうございました。